皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。これまで食料備蓄の実践編ということで、主食である米、麺類の保存について、そしてとても悩ましいおかずについて動画を作成してきました。視聴者様からの情報もいただき、今後のサバイバルの役に立ちそうです。本当にありがとうございました。さて今回は、2023年の5月請求分から値上げする電気代、ガス代に向け我が家の取り組みを紹介させていただきます。この動画を作成している時点で北海道をはじめ各地で停電などが起きています。現地の情報は大変役に立つと思います。前回の動画にて私は節約のようなソフトな取り組みではなく、現実北海道で起きているように電気やガスがなくなった場合を想定して準備しています。それは節電にもつながることですので、参考にしていただけたらと思います。今北海道で起きていることを少し調べましたら、電気がなくなるってことは本当に不便どころか命の危険にもさらされると改めて感じました。まず携帯電話をはじめとして電化製品はオールダメ電化になります。聞くところによると、お年寄りが灯油が切れてしまったことでガソリンスタンドに連絡しようにも電話ができない。そしてガソリンスタンドも給油するのにポンプが必要です。これもダメです。そうなると車の給油が難しくなり、車が動くことができない。つまり物流が麻痺することになりますね。これはそのまま食料危機に直結します。そして準備を怠っていた人は慌ててスーパーやコンビニに買い出しに行くことになるでしょう。ところがキャッシュレス決済システムなどは明らかに麻痺しています。当然 ATM も機能しませんから、一気に生活が脅かされることになります。こうしたことを想定して準備しなくてはならないと思うのです。平時に様々なことを想定して考えることができる人は生存本能が高い人だと思いますし、そうでない人は有事の際には真っ先に命を落とすことになるでしょう。視聴者様からのコメントで自分のことを心配性と言っていましたが、以上のように生き延びるためには必須なことなのです。世の中を見渡せば、例えば建物の設計をしている人、現場で作業を行ってくれている人が科学的根拠をもとに安全率というものを盛り込んで設計・施工して人の命を奪わないようにしてくれているのです。日本の建築物が安全なのはそういう心配性の方々のおかげなのです。これは土木でも全てそうなのです。ありがたいことなのです。中国ウォッチをしているとそのようなことがリアルに感じられるのです。人の命を守るという概念など全くない手抜き工事ばかり。心配性などという概念はないのではないかと思うほどです。なので今このチャンネルをご覧の皆様は安心して心配性になりましょう。家族の中で誰かが心配性でないと、これだけ飽食の時代に食料危機など起きるわけがないと行動しないことでしょう。話がそれますが、東日本大震災後にある記事を読んで知ったのですが、被災した地域は昔同じように津波被害に襲われた記録があり、ここから先は住んではならないという石碑があったのだとか。これは当時被災した人々が家族を失った悲しみの中、自分の子供、孫などに対して将来を心配し警告してくれていたのですよね。先人たちが残してくれたこと、これが歴史となっているのですが、本当に歴史を学ぶ必要があるのです。今回の食料危機も結局は歴史を学んでいると、最悪はどうなるかを予知できるわけです。話を戻します。まず私は電気・ガスがなくなることを想定して準備していますので順番にお伝えします。電気はポータブル電源とソーラーパネルを準備しています。120W ソーラーを2枚、700W のポータブル電源を2個購入しています。この2つのアイテムは今全国各地で起きている停電などの影響で一気に必要性が高まると思われます。そうなると残念ながら値段は高騰しますので、お早めの購入をお勧めします。ポータブル電源については電気の知識がないと何を買ったらよいかわからないと思いますので簡単に触れておきます。我が家が持っているポータブル電源 700W というのは最大 700W の消費電力の電化製品しか動かせないということですが、最大瞬間 1400W までは対応が可能になっています。ということで我が家のポータブル電源で 1000W の電気ストーブは動かすことができないわけです。エアコンもダメでしょう。家電によっては 700W 以下であっても瞬間的に 700W 以上必要になるものがありますので、ポータブル電源の選択には瞬間最大ワット数の設定があるかを考慮しないといけません。なので
ポータブル電源というのは何を想定して使うかによって変わってきますので、各家庭で検討する必要があると思います。最近では 2000W、3000W クラスのポータブル電源が発売されていますが、かなり高価です。あればすごく安心になりますが、予算が絡んできます。我が家でもできれば 3000W クラスのものは欲しいところですが、少しきついので諦めています。概要欄に我が家で使用しているポータブル電源とソーラーパネルの詳細、大容量のポータブル電源のリンクを貼っておきますので確認してみてください。そして電気は使えばなくなりますので、充電も考えておかないといけません。充電するにはソーラーか発電機、車ということになります。発電に関してソーラーパネルの欠点は天候に左右されるということです。規格上1時間に 120W の発電をするとなっていても、実際はそうではありません。ロスが発生するのです。パネルが少し陰っただけで一気に発電量が落ちます。自宅の屋根にソーラーパネルを設置の方はこういう時にいいですね。ただ蓄電池がないともったいないのですが、これがまた高価ですよね。我が家はすでにソーラー発電パネルを使用した生活をしていますが、日中で 30W、よくて 60W しか発電できません。そうすると 700W のポータブルバッテリーをゼロからフル充電にするには割り算して11時間ほどかかることになります。つまり間違いなく足りなくなるのです。そこで私はこのようなカセットガスボンベを使った発電機を準備しています。よく卓上で鍋をやるときに使うカセットコンロのガスのことです。発電機というと多くがガソリン発電機だと思いますが、ガソリンは物流が止まれば不足しますし、台湾有事の際は間違いなく仕入れ円が麻痺し、輸入品の全てが途絶えるでしょう。なので我が家の選択はカセットボンベで備蓄し、カセットボンベ発電機を採用しました。これ1本で2時間弱発電を行ってくれ、出力は 700W です。計算上は 700W のポータブル電源を1時間でフル充電できることになります。なかなか良い仕事してくれると思います。ちなみにカセットガスボンベの備蓄は150本ほど準備しています。電気代は今現在も高くなってきていますよね。それが来年になると上限なしで高騰します。なので我が家では家の電灯は使用していません。何を使用しているかというと、キャンプ用品でも売られている充電式ランタンです。これを家族分準備しており、移動する先に持って行っています。台所などはそれだけでは暗いので、同じくソーラー充電式の LED 蛍光灯タイプのライトも使用しています。家の中で使うには懐中電灯のようなピンポイントで照らすようなものはかなり不便です。もともと家の中全体を照らす目的ではないので仕方ないですね。玄関には同じくソーラー充電のライトで人感センサー付きのものを使用し、帰宅した時に自動につくようなものを使用しています。使ってみるとなかなか快適です。太陽エネルギーを利用し、電気代0円で明るさを確保できるなんて快感です。お風呂も先ほどの生活防水仕様のランタンを持ち込み、お風呂の電気はつけません。大した電気代ではないのにと思われるかもしれませんが、冒頭に話した通り、電気の節約モードではなく、電気がなくなった時を想定しています。でもお風呂を入る時に充電式ランタンを使うというのはなかなか風情がありますよ。まるで露天風呂に入っている錯覚をします。これが有事の際だと悲壮感が漂い、心穏やかにいられないと思いますから、今のうちに慣れが必要かと思います。特に小さなお子さんがいる方は、少しでも遊び心を織り交ぜながら不便な生活を楽しむようにしたらいかがでしょうか。急に生活を一変させることはストレスになるだけですから、今から実行しています。それにしても電気一つとっても話すこと多いですね。もう少し付け加えるなら、電気を発電するという視点で見ると車もそうですね。停電になると車の給油、物流も麻痺することから携行缶にガソリンを備蓄しています。法律上一般家庭において40リットル以上の備蓄は禁止されていますので、20リットル缶1つ準備しています。ここで注意していただきたいのは、最近のガソリンスタンドでは持ち帰りの給油を拒否するところが多いそうです。私は危険物取扱主任者という資格を持っているので良いのですが、それでももしダメだった場合、車のガソリンタンクから携行缶に移してまた車に給油するという方法があります。我が家の携行缶はこの動画作成時においてはまだ届いていないので、届いたら早速給油します。ちなみに保存可能期間は半年ほどだそうです。あと
電池の備蓄もしています。充電式の電池はこれから購入予定です。買うときは少し高価ですが、1000回から2000回の充電が可能ですので、十分元は取れる計算です。いかがだったでしょうか。今回紹介した食料備蓄実践編4では、電気、ガスについてお送りしようと思いましたが、電気だけの話で終わってしまいました。次回、ガス編をお送りいたします。これはこれで面白い取り組みをしていますので、ぜひ楽しみにしておいてください。また視聴者の皆様のアイディアや実践していることなどがございましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただけたら助かります。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。